Hello, 皆さん、こんにちは。Tinkers チャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？ Welcome to my channel ということで、初めましての方、よろしくお願いします。Tinker と申します。本日は、今年2023年最後の日、12月31日になっております。どうしてもね、この最後の日に収録したいなと思いまして、皆さんに今年、1年ありがとうございましたという気持ちを込めて最後収録させていただきたく思います。でまた来年ももちろんですね同じようなスタンスで続けていきますので皆さんよろしくお願いいたします。皆さん今年どんな年を迎えていらっしゃいましたでしょうか？今年はですね年始めトルコ地震とかであとはモロッコでも地震がありましたしリビアでは洪水がありました。そしてアフガニスタンでも4回の地震がありましたし日本でも、硫黄島で噴火がありましてでもうね新しい島がこうひょっこりと出てきて今となっちゃうちょっと硫黄島にくっつく勢いでその大きさを拡大しているそのサイズを拡大しているということも言われてますけれども10月7日にはですね戦が起こってしまいましたし2025年にブリックスが共同で共通通貨発行するかもしれないよというニュースもあったりとかあとはね、ジャニーズの問題もありましたし、二大宗教のドンが立て続けにお亡くなりになられたりとかいろんなことがありましたよね。で今の現日本の総理大臣が暗殺中にされかけてしまったりとか、そういうこともねあったり本当にいろんなことがありましたし移民問題も世界各国で大問題になっています。で当初はね2020年選挙アメリカのね、リーダー決定戦 OLF 決定戦があってで今の大統領に選ばれたんですけれども、そこからねボーダーが開くということでその壁がね壊されて移民が入りやすくなるようにするということで、移民にフレンドリーにここはアメリカだ移民にフレンドリーにしましょうみたいなことでねちょっとバカみたいに言うとあれですけども大きくね移民を受け入れてしまった。移民を受け入れるということはいいかもしれないんですけども移民がねやたらめったら入ってきてしまうようなそういったゆるゆるの状況になってしまったということで本当に危険な人物とかそういう人たちも入ってきているかもしれないという状況らしいんですね。でジョセフさんもそういうことをね予言していたりするので今年ね本当に、私今言い切れないほどいろんなことがありました。でいろんなことをねもちろん考えなきゃいけないですしいろんな情報が溢れ返っているそういった昨今、X にもなりましたよね。そういえばあの去年の暮れからそういった動きありましたけれども、今年はね X としてツイッターがオペレーションされ始めましたけれどもそういったことで本当にいろんなことが起こりました。インドが月に行ったりとかそういったこともありましたし本当にいろんなことがありました。で太陽フレアも結構いっぱいバンバンね X レベルの X クラスのフレアが降り注いだりとか、そういった影響でもちろんね、地殻変動とか、そういったことが起こってると思うんですけれども、コスミック的な宇宙的な何か動きがまた今後ね予測される感じですよね。で今後2024年特に2025年、今年終わり2024年になると辰年になりますけれども特に2月4日以降っていうのは旧正月も明け、そういった新年になるわけですけれどもそこからねいろいろな動きが出てきて見年の年というのはいろんなことがあるみたいなんですよね。確か2001年のテノロンがあった時もに見の年でした日々年でした確かでそれで次の辰年にドラゴンの年になるということで2025年ねドラゴンの年ということで2025年7月に何か起こるんじゃないかということをですね、いろんなさまざまな預言者ですとかサイキックの方々が言っていらっしゃるんですけれども、現在の方々だけではなく古代からね口伝で伝えられているものだったりもするので
もう本当に気を引き締めて、ひっつき信じでも言ってるように御霊を磨くということがとても大事な昨今だと思いますので、皆さんですね、今年無事に過ごせたということで、何かがあったかもしれないですけれども、今息をしてこうして生きていられるということに感謝を、自分が持っているものね、持っていないものにフォーカスするんではなくて、持っているものに感謝をして、少し小さなことでも感謝ができるような心持ちで新年迎えていただきたいなというふうに思っております。私もね、全然そうなことは言えないですけれども、自分なりに本当に小規模ですけれども、お家のね、大掃除をしたりですとか、お飾りをね、こう手作りで作ってみたりとか、あとはね、新年明けてから地元のね、私海外に住んでるんですけれども、神社仏閣に行ってありがとうございました、今年もよろしくお願いしますということで、初詣的なことにね、足を運ぼうっていうふうに思っています。そういった小さなこと、自分ができること、どこにいるからってできないっていうわけでもないと思うので、その心の持ち方が大切だと思うので、私はね、できることだけを私は一生懸命やりたいなというふうに思っております。ということで、2023年も本当に、皆さんありがとうございました。こうして番組をご視聴いただいている方、また毎回見ていただいている方、初めて見ていただいた方、ちょっとでもね見ていただいている方、本当に出会えて嬉しいです。ありがとうございます。そして番組登録をしていただいている方、いつもサポートありがとうございます。低評価でもいいですし、高評価いただいて、クリックしていただいている方、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでですね、私もこうして更新をする努力、威力が込み上げてきているわけでございますので、本当に感謝しております。今後ともぜひともよろしくお願いいたします。皆さんも良い年をお迎えください。それでは本編の方どうぞ。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。今回もジョセフ・ティテルさんというアメリカ人のサイキッカー、サイキック預言師の方が予言をしている動画があるんですけれども、それのご紹介をさせていただきたく思います。で、今回はそのティテルさんがご自身で椅子に腰掛けて耳栓をしてアイマスクをして精神統一をしてスピリチュアルな世界と交信をして投資をして、それをですね実況予言ということでそのままお伝えしていくスタイルの動画があるんですけれども、2023年の10月6日にですね行われた回がございます。で、このタイトル、私が日本語で訳したタイトルがサイキックジョセフ・ティテルが予言、爆発的な出来事で全てが変わる投資予言というタイトルの、ジョセフさんの動画があるんですけれども、これはですねご本人様の動画は、本動画の概要欄の方にリンク載せてありますので、もしご本人様の、投資している姿見たいよという方はそちらからアクセスをしてご自身で見てみてください。で、今回私の方で、こちらのジョセフさんの回のご紹介をさせていただきたく思います。で、主に内容を語っていくんですけれども、私の番組の、ブログtinkerschannel.com というブログがあるんですけれども、それですでに公表しておりまして、エピソード94という前編後編に分けて、2話でお届けしております。で、こちらのブログの、方もですね概要欄の方に貼っておきますので覗いてみてください。で、ブログの方が詳しく書いてあることが多いので
確認してブログの方でより詳しい内容を見ていただければというふうに思うんですけれども、サイキック投資はなるべく詳しく YouTube でも、ランブルの方でも、動画のチャンネルでお伝えしていこうと思っておりますので、お付き合いいただければと思います。でまず第1のトピックなんですけれども、大覚醒が地球に起こるという予言です。ジョセフさんのスピリットはジョセフさんに地球に大覚醒の時が来るというふうに伝えてきております。ジョセフさん曰く、その出来事は我々が想像もし得ない形で起こります。それは良いこと、悪夢のようなことと両方起こりますというふうにおっしゃっています。実はこのすべてと言いますか、実は地球に大覚醒の時が来る、グレートアウェイクニングが来るというのは、年始めの動画でもお伝えをしておりますので、もしですね気になる方がいらっしゃいましたら見ていただきたいんですけれども、特に、今年2023年というのは7の波動の年ということで、7月にですね7波動のフィーチャーをした回があるんですけれども、今ちょうど画面に載っているこの回ですね。でそこで7の波動というのは精神世界という強い意味を持っておりまして、精神世界とつながるよという、いろんな、例えばですね、今まで目に見えなかったもの、信じなかったものを人々が信じ始めたりですとか、宗教のことで宗教の関係で皆さんが信じていたものが何かインパクトを大きく受けるとか、そういった人々が信じることに対しての何か事柄が7の波動の時に起きやすいということがアドバイスがありました。でもし詳しく知りたい方は概要欄の方から7の波動の回、詳しく載せている回をリンク貼っておきますので見てみてください。でグローバリストが無神論を押し付けるというジョセフさんは投資をしていらっしゃいました。ジョセフさん曰く、光と闇の戦いが激しくなっていきます。2025年にグローバリストたちは反キマルスト、これは、ちょっとね規制が厳しくなってきているので隠語にさせていただきますけれども、丸の中にはリですね、反キマルストの活動を推し進めます。苦難を乗り越えるためにプラスの事柄に注意を向けましょう。先住民などの古代から伝わる方法で自然、スピリットなどから知恵を得るのですというふうに皆さんにスピリチュアルアドバイスをしていらっしゃいました。これから反キマルスト活動がキーワードになってきそうな予言なんですけれども、日本の古事記などを考えると、歴史ですねを考えると日本にも通ずるものがある気がしてなりません、私的には。でお時間がある方は日本の古事記と世界の宗教ですとか日本人の起源、人類の起源などについてちょっと自分なりに調べてみるのも良いかもしれないです。トゥーランド Vlog というですねチャンネルがあるんですけれども、それをですね参考のために載せておきましたので、ご興味がある方、知ってる方は多いと思うんですけれども、ご興味がある方はぜひ見てみてください。何か感じることがあると思います。でジョセフさんがそうおっしゃるんですけれども、瞑想が大事というふうにおっしゃっております。スピリットとつながること、先住民などの古き良き方法を活用するということが大事ということなんですけれども、その方法をスピリットがジョセフさんに教えてくれているそうです。ジョセフさん曰く、お祈り、瞑想をしてください。そうすることでこれから得る素晴らしい発明や発見、ひらめきを得ることができます。そして困難を乗り越えることができるでしょう。瞑想をすることによって精神統一がなされる、それによってこれから起こる困難を乗り越えることができるよというふうにジョセフさんはアドバイスをしていらっしゃいます。どうしても現在の日本人、宗教に偏見を持っている方が多いとは思うので、お祈りですとか瞑想、スピリットとつながるというワードをちょっと聞くとですね、躊躇してしまう方がいらっしゃるかもしれません。しかし私たちの祖先というのは皆すべてのものに感謝をして祈りを捧げて過ごしてきましたよね。すべてには神様がいる、すべてにはスピリットがいるよという古い教えが日本人の中には根付いているはずです。今こそ私たち日本人の中に眠る本当の能力を開花させる時なのかもしれません。私はそう思います。皆さん、見えない力を信じ瞑想をして祈りましょう。不治の病に大発見の予言、素晴らしい発見やひらめき、そして発明などが近々起こるよというふうにジョセフさんはおっしゃってるんですけれども、が丸
これも隠語なんですけれども、病気の名前ですね。が丸の中にはんに対しての治療技術が発表されるというふうにスピリットが教えてきてくれています。ジョセフさん曰く、が丸の治療方法がついに発表されます。今まで隠されてきた技術がついに人類のために発表される時が来るのですというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。今まで隠蔽されてきた素晴らしい技術はたくさんあると思うんですね。水と空気からできる石油、海水の点滴、麻薬の車、そして海水ランプ、海水の塩、海水から取れる塩、そして自然からの恵みで本当は全てが可能になるように作られているこの地球、何も不足することがないこの地球のはずなんですけれども、利権ですとか損得のためにそれは私たちの目の前から隠され続けてきたというふうに考えられています。あまりこれについて発言すると敬遠されるというふうに思っておりますので、現在はまだそのような世界なので、一刻も早く素晴らしい技術が世の中を幸せにする世界が来てほしいなというふうに私は切に願っております。で、おすすめ動画の方をブログの方に載せておりますので、ぜひこちらもですね、見てください。これは世界が変わる、これが人類最後の希望ということで、ドリーム燃料の、動画なんですけれども、もう本当に今中教授博士が作っているこの水と空気でドリーム燃料ができてしまったということで、日本人の生活、世界の人の生活を、価値観をガラッと変えてしまうということで出している動画なんですけれども、これも結構利権絡んでいるので削除されるかもしれません。なのでお早めに見てみてください。ブログからアクセスできます。ブログのリンクは概要欄の方に貼ってあります。嘘の情報に騙されないで。ジョセフさんのスピリットは幾度となく誤った情報の旗が大々的に振られる、だから気をつけてというふうに警鐘をジョセフさんに鳴らしておりました。ジョセフさん曰く、大々的に誤った報道がされます。感染爆発などという報道には耳を傾けてはいけません。恐れ自体があなたを病気にさせてしまいます。あなたの心、魂を善の状態に保ちましょう。そうしていれば母なる地球があなたを守ってくれます。というふうにジョセフさんはメッセージを皆さんにお伝えしておりました。何から守ってくれるのか。そうしていれば守られるというふうに言っております。これから起こる困難とかこういうワードがねこう出てくるんですけれども、ドキッとするワードなんですけれども、これは一体何なのか、何が起きるのかということなんですけれども、ジョセフさん曰く、もうすぐ全てが変わる時が来ますというふうに言い切っておりました。経済のシステムは不安定になるというふうにもおっしゃっておりまして、ジョセフさん曰く、世界の経済システムはもう不安定になり機能しなくなりますというふうにおっしゃってます。で、この全てが変わるという予言なんですけども、先ほども言いましたけども、過去にも何度かしておりまして、過去にその予言があった回をまとめております。今画面に載っているこちらの回なんですけれども、こちらの、お話のリンクは概要欄に貼っておりますので、ご興味がある方は見てみてください。とても大事な情報になっております。闇の勢力の計画。闇の勢力というのは世界を裏で支配している、コントロールしている世界の支配者ということなんですけれども、彼らの計画についてもジョセフさんの発言、予言には幾度となく登場してきます。ジョセフさん曰く、闇の勢力はお米の国、そして世界の国々に脅威を与え続けています。国境には闇の勢力の息のかかった小さい軍、そして大きな出来事を起こすことを企んでいます。この闇の勢力の息のかかった小さい軍が大きなことをする計画を持っていると。で、それは世界中で起きるように仕込まれています。活動はグローバリストによって援助されていますというふうにおっしゃってました。大きなドッカンのビジョン、ドッカンというのはバクのはずのことなんですけれども、これからは隠語でドッカンと言わせていただきます。ジョセフさんのスピリットはジョセフさんに大きなドッカンを見せてくれたというふうにおっしゃっておりまして、それは大きなドッカンだったということなんですね。ジョセフさん曰く、核なのかスピリットに尋ねましたが、もっと違うものらしいです。3つが同じエリアで起こります。1つの国でしょう。しかし、たくさんのドッカンが起こっているようです。5個、6個。
おそらく化学物質のアタックのようです。いくつかの国で起こるようです。ドッカンがこれをちょっと聞くと、ちょっとね今ねジョゼフさん瞑想中なのでちょっとねお話の文面がおかしいと思うんですけども、ドッカンは3つあって、それは1つの国で起こる。で、化学の物質で起こるアタックは、5、6個いくつかの国で起こるということみたいです。遠くまで影響する皮膚へのダメージ。ジョセさん曰く、遠く離れた場所にいる人々にも皮膚にダメージを与えています。ある種の疫病でしょうか。化学の物質のアタックの一部のことなのかわからないですけれども、遠く離れた、その発信されたところよりも遠く離れたところにいる人々にも皮膚に影響を与えているという、ある種の疫病のようなものが見えるというふうにおっしゃってました。シティで起きている。ジョゼさんが咳き込んだ後、このドッカンはどこかの都市で起きているというふうにおっしゃってました。ジョゼさん曰く、これはシティで起きているようです。ドイツ、お米の国、フランス、お米の国ってさっきから言ってますけども、これはアメリカですね。しかしこれにより世界に影響を及ぼすことになるようです。そして経済が後退し始めます。そうなんですね。じゃあこのドッカンをきっかけにして経済が後退し始めるということなんですかね。12月3日が強く脳裏に浮かぶ。こうなるといつ起こるかが気になるんですけれども、ジョセフさんは12月が脳裏に浮かんでくるというふうにおっしゃっております。ジョセフさん曰く12月3日が脳裏に浮かんでくるわけですが、これがこのドッカンが起こる月なのか、それとも経済が後退する時期なのか、それとも両方なのかは分かりません。12月3日特に何にも起こんなかったですよね。皆さん起こんなかったですよね。何かきっかけ、これじゃないかっていうことがあったらコメントをいただきたいんですけれども、このドッカンのこのいつ起こる、予言はね、ジョセフさんの予言というのは基本的にいつ起こるというタイムリーな予言というのが困難みたいなので、ドンピシャにいつ起こるよって言って起こるっていうのはあまりないんですけれども、ただビジョンで見えたことっていうのはほぼほぼ起こるので、いつ起こるかっていうのはちょっとねドキドキしながら考察しなければいけないんですけれども、なので皆さん本当に皆さんの考察が必要なんですね。で、実現してしまわないための条件というのをジョセフさんおっしゃってまして、ジョセフさんがスピリットに聞いたのが、このドッカンを未然に防ぐ方法ができるのかということをね、ジョセフさんは聞いてくれました。よほど悲惨な光景だったのかもしれないんですけれども、ジョセフさんがおっしゃってるのが、スピリットが言うには唯一の方法は、世界中のできるだけ多くの人類が心に光を持ち、この計画が存在し実行される可能性があるということを知ることだそうです。なので今まだそれが起きていないようなので、皆さんなるべく多くの方に気づいてもらうように個々に活動しましょう。ジョセフさん曰く、大勢が世界の何かがおかしいということに気づけば計画の予定はずらせます。予定されている出来事に変化をもたらすことはできます。これは何百万人の人々の命に関わることなので、より多くの数の人間が光を胸に持ち続ける必要があるのですというふうにおっしゃってました。ちょっと聞き捨てならない数字、何百万人の人の命が関わっていると。とりあえずですね、皆さん本当にポジティブに高い波動を持てるように個々に努力しましょう。大噴火のビジョン。先ほどドッカンを投資している時にスピリットが見せてきたさらなるビジョンが大噴火のビジョンだそうです。ジョセフさん曰く、同時にスピリットが大きな噴火を見せてくれています。信じられない光景ですが綺麗でもあります。湾岸線で島ですがどこかは分かりません。ハワイなのかインドネシアの島なのか、島のようなんですよね。どこか分からないというんですけども、皆さんちょっとねこれも頭に置いときましょう。で、ボートで避難する人々が見えると。ジョセフさんのその見ている大噴火のビジョンでは、人々がボートで避難をしている光景が見えるそうです。やはり島なんですかね。ジョセフさん曰く、レスキュー隊が救助活動をしているようです。マグマが海に入り、水が沸騰しているのが見えます。魚などの自然界の生き物に影響が出ていますというふうにおっしゃってました。
マグネチュード 8.0 以上の地震、噴火が起きた時にものすごく揺れているというふうにジョセさんはおっしゃっておりました。ジョセさん曰く、ものすごい揺れです。おそらくマグネチュード 8.0 以上はあるのではないでしょうか、というふうにおっしゃっておりました。きっかけとなる大噴火、この大噴火を見せてくれているスピリットは、この噴火に注意を向けてくださいというふうにジョセフさんに警鐘を鳴らしてきているそうです。ジョセフさん曰く、スピリットが言うには、この大噴火が世界で起こるさまざまな困難の始まりになるということだそうです。心の光を持ち続け、これが起こることを前もって知ることで、それを未然に防ぐことができます。闇の勢力に打ち勝つ必要があります。でここで闇の勢力って出てくるんですけども、この噴火もこの人たちがやってるってことなんですかね。ちょっとわからないですけども、とにかくプラスの波動でこういった事象が起こらないように、みんなの力で防ぎましょうというふうに呼びかけていらっしゃいました。汚職が摘発される。光の力は真実が暴露され、世界に蔓延はびこる汚職などが摘発されるように働きかけているというふうにジョセフさんは汚職についてつぶやき始めました。今ね、日本では結構な献金問題で揺れてますけれども、あと今の現政権もたんまりと悪さっていうか問題があるにもかかわらず、やめる気はありませんみたいな感じの報道がありますよね。このままどんどん海が出ていくのかわからないですけども、ジョゼフさんがおっしゃるには、内部告発者が現れるというふうにおっしゃってます。ジョセフさん曰く、内部告発者が現れます。エドワード・スノーデンが浮かんできました。彼がビジョンに出てきていますが、近い将来彼は再びニュースの見出しを飾ることになるでしょうというふうにおっしゃってます。スノーデンをご存知でない方は、この予言が実現してしまう前に調べて知っておいていただきたいんですけれども、アメリカ人の方でロシアに今亡命している方です。亡命と言いますか、逃げている方ですね。映画化もされてますので、ぜひともエドワード・スノーデンを調べてみてください。想像を絶する真実が暴露される。暴露される真実は今まで見たことのないものというふうにジョセフさんはスピリットに教えてもらっているそうです。ジョセフさん曰く、その真実は今まで信じてきたものとは違うことですが、その真実はまたねじ曲げられているそうです。真実でありそうですけども、ねじ曲げられている真実だというふうにおっしゃってますので、軽はずみな感じで信じない、物事を信じずに疑い、情報精査をしてちょっと止めておく、保留にしておくっていうのもいいかもしれないですよね。観察期間を置くみたいな形で。太陽フレアが真実暴露に影響する。著生さん曰く、光の勢力は真実を表に出せるように闇の勢力と戦っているらしいんですけれども、まずは先ほども出てきた汚職を真実とし、汚職の真実を暴露することによって成敗するらしいんですよね。著生さん曰く、真実を暴露することにより汚職を成敗します。そしてその真実が人類の善意に触れ、さらに太陽フレアにより真実へ人々を覚醒させるのですというふうにおっしゃっております。ちなみにこの太陽フレアが人々をアセンションする、パワーアップさせる、覚醒するという回が過去にありました。そういった予言が過去にありましたので、今画面に載っているこの3話でお伝えしておりますので、リンクを概要欄からチェックしてみてください。どのタイミングで太陽フレアがどれぐらいの規模で注がれるのかはまだわからないんですけれども、最近もね、太陽フレア強くなってきてまして、この間もね、X レベル X2.87 かな、それぐらいあったみたいですよね。そういう太陽の動きが結構活発化しているらしいので、通信機器が使えなくなる程度までの、強い太陽フレアが来てしまうと、人間の生活というのが不自由になるというふうに言われてます。というのも EV 車とか、電気回路を持つ車、あらゆる電子機器が使えなくなってしまうので、ひどくなると江戸時代みたいな状態になってしまうというふうにおっしゃっておりました。
覚醒が人々を立ち上がらせる。コンスタントに太陽フレアは注がれているわけなんですけれども、 X クラス以上になると地球の磁場にかなりの影響が出てくるというふうに言われています。ジョセさん曰く、各国の覚醒した民衆らは立ち上がり抗議活動を活発に行うようになります。政府や、私たちの目に届かない場所で、議会で可決された理不尽な法律ですとかルールなどにより、私たちは閉じ込められてきていますというふうにジョセさんはおっしゃってました。議会でのカオス。お米の国議会でカオスが起きるという予言なんですけれども、ジョセフさんはこのようにおっしゃっておりました。お米の国の会議、議会内で、お米の国の議会内でカオスが起きているのが見えます。書類はばらまかれ、大声で叫ぶ人、退出する人などが見えます。大きな怒りです。全員怒っているようですが、片方の勢力の方がもっと怒っているようです。ちなみにお米の国の政府のカオスという予言が、今年の、2023年のトップ10予言バージョン2の方にランクインしておりましたので、こちら今画面に出ているこの回を、リンクをですね、動画の概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。政府に大きな変化が生まれる、これもですね、さっきの2023年予言トップ10バージョン2の中に入ってるんですけども、議会でのカオスが政府へ大きな変化を与えるというふうに今回もおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、これをきっかけにしているのか、世界の政府議会にカオスが起こります。真実を主張する人々対嘘を通そうとする者たちとの戦いです。それがさらなる怒りを生み出すことでしょうというふうにおっしゃってました。力の衰退、変化の中には勢力の衰退などもあるそうで、ジョセフさん曰く、多くの勢力が辞任したりパワーを奪われたりします。その過程で我々の目には誰がその座を奪っているかなど、闇の勢力の目的が見えてくるでしょう。それを防ぐには我々それぞれの国の光の勢力、リーダーなどをサポートすることでしょうというふうにおっしゃっておりました。なので、お米の国だけではなくて他の国でもそういった動きがあるので、要注目をして観察して、どういった、パワーバランスといいますか、パワーのシフトが行われるのかというのを観察して洞察してくださいというふうにおっしゃってました。演説中に倒れるもの、政治家なのかは分かりませんが、政府が変わるという予言の話の次、その時に出てきた投資なんですけども、ちょっと関係あるんじゃないかなと思います。ジョセフさん曰く、誰かが演説をしている時に銃声が聞こえてきました。その人物は胸を押さえています。3人のシークレットサービスもしくはボディーガードがその人物を壇上から避難させています。これはお米の国のような気がします。しかし演説をしていた人物が誰なのかは分かりません。これは野外のような気がします。アリゾナが脳裏に浮かびましたというふうにおっしゃっておりました。キーワードは野外、演説、銃声、胸を押さえる、3人のセキュリティ、お米の国、アリゾナの可能性ということですよね。カリフォルニアに関する予言。スピリットはジョセフさんをカリフォルニアの上空へと移動させたようなんですけれども、目には遠くの方にハリウッドのサインが見えるというふうにおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、山の斜面から岩などがこぼれ落ち出しました。ハリウッドのサインが傾いています。どうやら地震のようです。同時に起こることとして洪水、崖崩れがロサンゼルスとハリウッドのエリアに起こるようですというふうにおっしゃっておりました。ちなみにハリウッドのサインが崩れ落ちるという予言が過去に何度かありました。今画面に映っているこのお話、3つのお話で出てきますので、お時間ある方は概要欄からそれぞれのリンクチェックしてみてください。震源地はビーチの近く。ジョセフさん曰く、このカリフォルニアの地震はビーチの近くで起きている気がしますというふうにおっしゃっています。何台かの軍用機が空に飛び立ちます。その色は黒のようです。これらが NMALTO と関係しているのか分かりません。しかし大きな空のアタックのようです。軍用機を輸送しているようです。アリゾナではないといいのですがというふうにおっしゃってました。 NMALTO の丸は A ですね。脳裏に浮かぶ1月、カリフォルニアのビーチで物々しく準備をしている軍用飛行機の
ビジョンを見ていた時に1月という月が頭に浮かんできたそうです。ジョセフさんがおっしゃるには、もしかしたら1月と何か関係があるのかもしれないということなんですけども、確かなことはわからないそうです。そして軍用機の場所はカリフォルニアではない可能性もあるということです。ジョセフさん曰く、おびただしい数の軍用飛行機がフォーメーションを組んでいます。数百台でしょうか。どこかに向かおうとしています。もしかしたらカリフォルニアではなく中の国なのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。日の出とともに出発。ジョゼフさんが中の国に関する投資をしてから、もう一度スピリットに軍用飛行機の動向に関するビジョンを見せられたというふうにおっしゃってました。連続的に見せられるというのは、その時が近いということなのかもしれませんというふうにおっしゃってるんですけれども、それともとても重要なことだからできるだけそれを伝えようとしてきてくれるのかだと思うんですけども、ジョセフさんおっしゃるには、軍用飛行機のビジョンですが、朝日が差し込んでいる中、出発を迎えているようです。どこに向かうのかは分かりませんというふうにおっしゃってました。で、ここで名前の挙がったその中の国に関する投資なんですけども、先ほど軍用飛行機の件で中の国の予言出てきましたけども、その中の国のリーダーが脅威に直面しているというふうにジョセフさんは投資しています。ジョセフさん曰く、イメージでは中の国の中心がブラックホールのようになり、内側から全体を吸い込むようなイメージです。中の脅への脅威が限界を迎えようとしているのかもしれません。崩壊寸前の感じなのかもしれないというふうにおっしゃってました。分断する中の国、中の国が分断するビジョンが見えているということなんですけれども、ジョセフさん曰く、それが民衆なのか国なのか、自然災害で分断されているのか、何が分断するのかは分かりませんが、その時が迫っているようですというふうにおっしゃっておりました。代わってエジプトに関する予言。エジプトが脳裏に浮かんできたというふうにエジプトの投資を始めているジョセフさんなんですけれども、エジプトカイロで地震発生のビジョンがあったそうです。ジョセフさん曰く、カイロで地震があるようです。エジプト政府の大変動。ジョセフさんがカイロで地震というふうにつぶやいた直後にお話ししていたのがエジプトの政治について。ジョセフさん曰く、エジプト政府に大変動が訪れます。どういうわけか、エジプト軍は何かに警戒しています。それが政治の大変動と関係しているのかは分かりません。ですが、地震と関係があるようです。カイロというふうにスピリットが繰り返し言っていますけれども、大丈夫のようですというふうにおっしゃってました。スピリット曰く、すべては丸く収まりますというふうにおっしゃっておりました。地震が起こるということで軍が何かに警戒するというふうに聞くと、ティンカーの脳裏に浮かぶのが人の手による揺れなんですけれども、それを察知して軍が警戒しているということなのかなとか、いろいろ考察してます。小さな隕石。次にジョセフさんが見たビジョンというのは、ビーチボール大の隕石の飛来なんですね。ジョセフさん曰く、ビーチボール大の隕石は大気圏に突入しますが、燃え切らずに地上に衝突します。小さなエリアに落ちますけれども、ビルを貫通してかなりのダメージを与えているようです。これはアジアの大陸でしょうというふうにおっしゃっておりました。怖いですね、いきなりバーンってきたらね。その前にお知らせ来ればいいんですけども、大きな隕石が続くというお知らせ。小さな隕石が落ちてくるということは、次に大きな隕石が落ちてくる可能性があるというふうにジョセフさんは語っていらっしゃいました。ジョセフさん曰く、小さな隕石が衝突した直後、大きな隕石が来るかもしれません。小さな隕石が落ちてきた場所の近くに落ちます。なので、小さな隕石といってもちょっとね、インパクトが大きかったら大きな隕石が落ちたっていうふうに思っちゃいがちですけれども、とりあえず何かが落ちてきたらまた落ちてくる、近くに落ちてくるかもしれないっていうことを覚えておいた方が良いかもしれません。NMRTO の誤った選択。丸の中には A なんですけれども、
今回の投資でジョセフさんは NMRTO は誤った選択をするというふうに予言していらっしゃいました。ジョセフさん曰く、この組織の頂点にいるパペットが見えます。頂点の人も操られている人ということなんですけれども、このパペットが全てを仕切っています。軍をコントロールしています。そしてその人物こそ世界の紛争に火をつけています。しかしそれは回避することができます。ただそれを起こそうとしている張本人がそのパペットだから難しいんですというふうにおっしゃってました。だから防ぐことができる人がパペットだから難しい。じゃ防げないじゃんって話なんですけども、そういうふうにおっしゃってました。NMRTO ですね。浮かぶカマラ。スピリットたちはジョセフさんにお米の国の副リーダーを見せてきているそうです。ジョセフさん曰く、片手を上げて何か宣誓しているようです。国旗をバックに宣誓をしているようなのですが、その瞬間地面に崩れ落ちていく姿が見えます。気を失ったのでしょうか。これは2つ考察ができます。1つ、大衆の目前、気を失っているという光景。2番目、B お米の国リーダーがいなくなるとき、彼女が宣誓するわけですが、すぐに退陣するという、現れなんじゃないかというふうにジョゼフさんは考察していらっしゃいました。ご自身でもそのビジョンの意味がわからないので、2パターン考察している。会議長に注視せよ。またジョセフさんのスピリットたちはお米の国の会議長に注目してくださいというふうにメッセージを送ってきたそうです。もしかしたら退陣するのか否か、そしてカリフォルニアにも注目してというふうにスピリットが言っているそうです。何が起こるんですかね。大きく何かが変化するというふうに言っているので、何かとてつもなく大変なことが起きそうですよね。オーストラリアに起こるファイヤー。この予言は過去にされていたんですけども、今回もそのビジョンが見えてきたらしいんですね。ジョセフさん曰く、オーストラリアは空から起こされるファイヤーに気をつけてください。これは太平洋に浮かぶ島の州で起きたことと同じようです。スピリットが感じさせてくれているのは、オーストラリアのある一部が標的になっているということですというふうにおっしゃってました。じゃあそのある一部どこなんですかって話なんですけども、そのある一部というものの広いオーストラリアのどこが標的なのか気になるんですけれども、ジョセフさん曰く保守的な方々が住むエリアのようです。オーストラリアの議会や政府の決め事などに疑問を持つ方々のようです。数千もの市民がデモのような感じで抗議をしているのが見えます。その人たちが大きな政府のビルに集まっているようです。ちょっとね、ぼんやりとした説明ですけど、保守的な人々が住むオーストラリアのエリアらしいです。あんまり言うと分かりにくいですよね。分かる方、コメントお願いします。抗議活動はやがてニュージーランドへ。オーストラリアで抗議活動をする人々の影響でニュージーランドでも、そのデモなどの抗議の活動が起こるようなんですね。ジョセフさん曰く、ニュージーランドにも抗議活動が起こり始めています。ドッカンが起こりますが、とても汚いやり方ですというふうにおっしゃっておりました。ドッカン続きなんですけども、ドッカンはカ・マルテルが関係している。これも隠語で伏せていますけれども、カ・マルテルの丸の中にはルですね。オセアニアに関しての予言に出てきたドッカンですけども、ジョセフさんのサイキック投資ではカ・マルテルが関わっているということが分かっているそうです。ジョセフさん曰く、このドッカンにはカ・マルテルが絡んでいるようです。ということは、お米の国のどこかが標的になる可能性もあります。スピリットが見せてくれているのは、お米の国の国境からたくさんの大きなブリーフケースが運ばれています。誰も止めてはいません。国境にもかかわらずその荷物をチェックしていないようなんですよね。どんどんその怪しい荷物が入ってきてしまっているというビジョンが見えるそうです。テキサス、ニューヨークに気をつけて。その荷物はどこに向かうのかがとても気になりますよね。ジョセフさんがつぶやいていたのが、テキサス、そして特にニューヨークは気をつけろという言葉でした。ジョセフさん曰く、テキサス、特にニューヨークは気をつけてください。その荷物はニューヨークに向かっているようです。悪者が入国してきましたというふうに明言していらっしゃいます。実は2021年1月27日の配信で、フリージャーナリストのガナハさん
知っていらっしゃいますか？がアメリカ人ジャーナリストであるマイケル・ヨン氏とインタビューをした動画があるんですけれども、これをね、私この回のブログの方に載せております。で、動画では移民問題の隠れた問題の一部というのは、そのルートで手〇〇ストも入ってきてしまっている。手のロですよね。で、パン〇〇区なども引き起こしかねない状態だというふうにヨン氏は語っておりました。それをね、動画載せているので、まだ残っているので、ぜひぜひ参考のために見てみてください。で、ガナハさんがこのね、どういう宗派といいますか、政治的にどういうふうに絡んでいるのかとか、宗教的にどうなのかとか、そういう話はちょっと抜きにして、私はちょっと、ね、あまりそういったものは考えずに、このマイケル・ヨンさんに対してインタビューしていたので載せているだけです。はい。不治の病への治療技術発展。急にグッドニュースが出てきたんですけども、このが丸治療の技術が画期的に進歩するそうです。が丸の丸の中にはですね。ジョセさん曰く、ある種のが丸は錠剤を飲むだけでその薬剤がが丸細胞を縮小させるというものです。ダメージは少ないというふうにスピリットはおっしゃっているそうです。乳が丸の治療技術の進歩。女性に多く見られるこのが丸、稀に男性にも起こるらしいんですけれども、その男性へのが丸への治療が進歩するというふうにおっしゃっています。ジョセさん曰く、男性に起こる乳が丸の原因を解明することで、その病気病が将来に起きにくくなるという可能性があるみたいです。その病が将来的に起きにくくなるようにするみたいなんですよね。新しい牛の病気。牛はこの飼うですね。動物の牛です。何年か前に牛の病気が蔓延したことで、日本に、飲食業界にも大きな損害を与えたのを覚えていますでしょうか。牛が凶暴になるあの病気なんですけども、近い将来また牛が狙われてしまうそうです。ジョセさん曰く、狂う牛の病、そういったものがまた起きます。近い将来また牛が狙われてしまいます。スピリットが見せてくれているビジョンでは、誰かがこっそり牛小屋に忍び込み、牛に何かの薬を投与している。牛乳の牛、お肉の牛、両方ですというふうにおっしゃっておりました。ジョセさんはそのビジョンを見ているときに、オランダにいるのかもしれないというふうにつぶやいてましたけれども、いや、わからないというふうにおっしゃっていたので、場所がどこの牛小屋だったのかっていうのはわからないみたいです。スピリット曰く、実行犯ら彼らは相当狂っていますというふうに言っていたそうです。大量逮捕のビジョン。牛の話題から、しかし多くの人々に手錠がかけられているというふうに話が切り替わっていくジョセフさん。ジョセフさん曰く、多くの人々に手錠がかけられています。誰なのか、スピリットに聞くと、人の売り買いをしている人たちだというふうに教えてくれました。この大量逮捕はその上にいる人たちにつながっていくだろうというふうにジョセフさんは予言していらっしゃいます。それではその上には誰がいるのか。その大量逮捕のビジョンというのは、下っ端の実行部隊の人たちがそう捕まってきているみたいなんですけども、その上にいる人たちにつながっていくということなんですね。ジョセフさん曰く、上にいる人たち、それは警察官僚、法律家、そしてカ・マルテルなどの麻薬売買関係者、そこまでつながって広がっていますというふうにおっしゃってます。救出される子どもたち、その売り買いをされているのは小さい子どもだというお話なんですけれども、大勢が摘発され、その子たちが出てくるというふうに投資をしています。ジョセフさん曰く、子どもたちは売り物じゃありません。数十人、いやもっと大勢の子どもたちが救出されるのが見えます。中には上半身裸で洞窟から出てきたかのような姿、そういった少年たちがいます。しかし嬉しそうです。大勢がレスキューされるこの件は近い将来起こりますというふうにおっしゃっておりました。フィリピンがレスキューの舞台で、そのレスキューなんですけども、それはジョセフさん曰くフィリピンに来たというふうにフィリピンで見ているので、ここがその大量逮捕の舞台のようです。
たくさんの子どもたちはここで救われるのでしょうというふうにおっしゃっておりました。D ズニーでの D のズニーの逮捕劇なんですけども、D 社というふうに呼びましょうか。D 社で起こることなのか、それともランドやワールド系のアミューズメントパークで起こるのかはわからないですけども、ジョセフさん曰くスピリットがミッキーに手錠がかけられているビジョンを見せてきました。 D 社は何か犯罪、性犯罪か何か犯罪行為が行われているようです。もしかしたら CEO が関わっているのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。売り買いの件とつながっているかもしれないということなんですよね。多くの企業が売買で摘発される。やはりそのようです。D 社に限らず多くの企業で、人の売買をしていた人が摘発されるらしいです。ジョゼフさん曰く多くのコーポレーションと言われる企業が摘発されます。スピリットが言っているのはエ・マル・ス・マル・インと関わっていた企業に注目してください。無数に存在しますというふうにおっしゃっておりました。この前、アバクロンビー&フェッチのね CEO が捕まってしまいましたね。捕まってしまいましたっていうか捕まりましたよね。人身の売り買いで。そういったことも的中してきているので、これからもっとねコーポレーションの間でそういったことが実はあったということがバレ始めるのかもしれません。一刻も早く小さい子が捕まっているのであれば助けてもらいたいですよね。大きな物体が海から回収される。深い海の底から何かが引き上げられている光景をスピリットに見せてもらっていると別の話題を語り始めたジョセフさん。ジョセフさん曰く深い海から大きなものが引き上げられているビジョンを見せられています。とても大きくてタイタニックのようです。大発見のようです。財宝も一緒に引き上がるみたいです。海賊黒ひげのお宝なのかもしれません。この海賊黒ひげに関してわからない方はブログの方にウィキペディアのリンク載せてあります。ご自身で検索してみていただければ海賊黒ひげでいろんな情報出てきますので見てみてください。土地を種子しなければならないアフリカ。アフリカ大陸についてスピリットからメッセージを受け取ったということで、ジョセフさん曰くスピリットがアフリカ大陸には土地を種子しなければならないというふうに言っています。土地を守れと。中の国がアフリカに入りどんどん土地を奪う光景が見えます。軍も入ってきています。アフリカのある一部で衝突。アフリカといっても大陸なのでとっても広いですけれども、アフリカの国名は出てこないものの小さなエリアで衝突が起こるのが見えるというふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰くアフリカの小さなエリアで衝突が起きます。反乱か何かなのですが中の国が関わっています。ひょっとするとお米の国も関わっているのかもしれません。何が原因で衝突が起きているのか、またどの位置で、どこにある小さなエリアなのかというような詳細がわからないですけれども、今後のサイキック予言でもしかしたら出てくるかもしれないので、私の番組もそうですけれども、ぜひともチャンネル登録をして毎回チェックしてください。伝統的な治療法、そして自然に帰ることの大切さ。最後にジョセフさんのスピリットがジョセフさんに教えてくれたのは、これからの時代に人間に必要とされる生き方についてです。ジョセフさん曰くスピリットが語りかけてきました。しっかり地に足をつけて、自然そして地球に関してもっと知恵を得ること、そして自然の在り方に沿った治療法や生き方が大切です。備蓄を続け、自分で食物、作物を育てましょう。信じる力、信じる心が大事。また心の在り方で困難を乗り越えられることを教えてくれました。ジョセフさんはこう言ってます。大丈夫、助けられるというふうに思うこと、信じることで救われます。大覚醒の時が近づいています。その大覚醒の時に
起こる大覚醒の時に、グレートアウェイクニングの時に起こることなんですけども、大覚醒って何って思う方いらっしゃるかもしれません。過去にこのグレートアウェイクニング、大覚醒に関する予言をしてくれているので、お時間がある方はぜひチェックしてみていただきたいんですけれども、この大覚醒というのは、グレートアウェイクニング、気づく、大きく気づくということなんですね。目覚めるということなんですけども、真実について知る、そして嘘で固められたこの世の中の本当の真理が見える方々が増える時が来るということらしいです。ジョゼさん曰く、大覚醒が起こる最初の段階は恐怖を感じることというのがあるかもしれません。しかしそれを乗り越えてこそ訪れるのが大覚醒なのですというふうにおっしゃってました。この大覚醒についての過去の記事、今画面に出てます。こちらになります。お時間がある方はぜひぜひチェックしてください。はい、今回は以上になります。いかがだったでしょうか。ずらずらっとね予言してきましたけれども、まだまだ起こっていないことがたくさんありましたよね。で、これから本当に全てが変わることが起こるというふうに言われていますよね。いろんなところで。で、まだまだ今までと同じ生活を送っていて気づいていない方もたくさんいらっしゃいますけれども、徐々に気づく方が増えると思います。なので、この人にお話ししても大丈夫そうだな、この人に面白いからちょっと動画おすすめしてみようかなっていうふうに思っていただけるのであれば、私の動画でも構いませんし、他の YouTuber の方の動画でも構いません。それかご自身が見つけた資料でも、ご自身が自分でねお話しするっていうことでも構いませんので、何かね気づいていない方にきっかけを与えてあげるだけでも良いと思います。それで気づくか気づかないかはその人次第ということになると思うので、ぜひぜひね、今これを聞いていただいている、見ていただいている方、そこのあなた、周りのね人を一人でもですね、ちょっとねこうチラチラっとお話をして気づいていただけるきっかけを作れば、その輪が広がっていくんじゃないかなってティンカーは思いますので、皆さん優しい心で愛を持ってですね、で自分の心に常にポジティブで優しい温かい愛を持って人々に接していくと、その輪が広がると思いますので、皆さん心に余裕を持って、そして恐れることをあまり、しすぎずですね、備蓄をして準備をして穏やかな気持ちで新年を迎えていきましょう。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたら、ぜひともグッドボタンでサポートの方をよろしくお願いします。だからグッドボタンを押していただくと、アルゴリズムにこうプログラミング、その AI に組み込まれて、広まりやすくなるということなので、ぜひともご協力よろしくお願いします。そして番組登録、これからまだまだ予言、そしてティンカーのお話続いていきますので、もし、気になるなっていう方はチャンネル登録をしておいていただければというふうに思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。長々聞いていただきましてありがとうございました。それでは Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. ティンカーズチャンネルでした。それでは次回の配信までお待ちください。See you next time. Bye bye. Much love.